皆さんこんにちは、さくらんです。今回はこちら、2024年10月15日発売、ゲームサーのタランチュラプロを紹介したいと思います。以前 X に投稿しましたが、このコントローラー、ボタン表記をこのようにくるっと変えることができるんです。こんな機能見たことがないですよね。この他にもいろんな機能が搭載されているタランチュラプロ。早速開封してチェックしていきましょう。外箱はこんな感じです。詳細が英語、日本語、中国語で記載されていますね。開封してみましょう。オープン。こちらがタランチュラプロです。タランチュラプロの下には USB Type-A to C ケーブル。このビニールの中には USB レシーバー、ステッカー、取扱説明書が入っています。取扱説明書は日本語でも記載されています。内容物はこんな感じです。サイズは横幅約 16.2 センチ、縦幅約 10.5 センチ、厚さ約 5.2 センチです。重さは約 261 グラムです。対応機器は Nintendo Switch、Windows、Android、iOS。接続方法は有線接続、Bluetooth 接続、付属の USB ドングルを使用しての 2.4GHz 帯の低遅延の無線接続です。1200mAh のバッテリーが搭載。Nintendo Switch に便利な NFC 対応、ジャイロ機能搭載。ホームボタン長押しでスイッチのスリープを解除することができます。ポーリングレートは有線接続が 1000Hz となっています。また HD 振動も搭載されています。タランチュラプロの外観はこんな感じです。正面がカモフラージュ柄のような模様になっていますね。スティックの配置はプレステのコントローラーのように左右対称になっています。デュアルショック4やデュアルセンスに似た感じの外観ですね。注目の A、B、X、Y ボタンはこのようにレイアウトを入れ替えることができます。ホワイトはスイッチ配置。カラフルなカラーは Xbox 配置ですね。一般的なコントローラーはボタンの割り当てで A ボタンを押したら B、B ボタンを押したら A という風に変更できるものはありますが、このように表記ごと変えることができるのは本当に便利ですよね。しかも表記だけではなく、表記通りにボタンの割り当ても変更されるんです。例えばスイッチに接続すると、ボタンはこのようにスイッチ配置になります。今は B ボタンがジャンプですね。ここであえてボタンのレイアウトを Xbox 配置に変更すると、表記が変更されるだけではなく、B を押したら B ボタンの操作、ジャンプができるようになるんです。これめちゃくちゃ便利ですよね。ボタン表記だけ変わってしまうと、表記と操作がごっちゃになって混乱してしまうことがあるんですが、これはその心配がないですね。公式によると、この表記はギア機構により交換可能になっているとのことですが、不思議ですね。内部のプレートみたいなものをモーターで回転させている感じですかね。構造が気になりますが、私は分解が苦手なので、誰か得意な方が分解してくれるといいですね。便利すぎて今後発売されるコントローラーはこの機能が当たり前のように搭載されそうですよね。ちなみにボタンのサイズは約 9.5 ミリ。押し心地はカチカチとしっかりクリック感のある押し心地です。スティックはゲームサー TMR スティック。ゲームサーの画期的な新技術で従来のポテンショメータースティックの精度と
エネルギー効率をホール効果スティックに匹敵する超耐久性と長寿命、ゲーム体験を向上させるために設計されたスティックになっています。スティックの直径は約 17.5 ミリ。縁のゴム感が強くて滑りにくくていいですね。十字キーはタクタイルボタン。マウスのようなカチカチとしたクリック感があり、とても押し心地がいいです。この C1 から C4 はお好きなボタンを割り当てることができるボタンです。この他にも真ん中のゲームサーと書いているこの部分も割り当て可能なボタン。その上部のこのストライプの部分、ここも割り当て可能なボタンになっています。あとは背面ボタンが2つあるので、全部で1、2、3、4、5、6、7、8、9個のボタンにお好きなボタンを割り当てることができます。ちなみにこの部分のボタンはタクタイルですかね。十字キーと同じような押し心地でめちゃくちゃいい押し心地です。上部の外観はこんな感じです。すべてのボタンに滑り止めがついているのでとても操作しやすいです。LB、RB ボタンは幅が大きめでカチカチと押しやすい押し心地。LT、RT ボタンにはとっても嬉しい機能、トリガーストップが搭載されています。デフォルトはレースゲームなどに最適なホールエフェクトトリガーのアナログトリガーモード。スイッチを切り替えると FPS ゲームに最適、カチカチとした押し心地のマイクロスイッチのヘアトリガーモードに切り替えることができます。いろんなゲームで遊ぶ方にはこれはめちゃくちゃ嬉しい機能ですね。また、アナログトリガーの押し心地のまま、ボタンの入力を1か0の A ビントリガーにできるモードに切り替えることもできます。3つのモードが搭載されていて、めちゃくちゃ汎用性の高いトリガーです。背面の外観はこんな感じです。真ん中の M はマクロボタン。マクロを設定するときなどに使用します。こちらが背面ボタンです。一面ザラザラで滑りにくく押しやすい押し心地です。ちなみにこのスイッチを鍵のマークの方にすると背面ボタンが引っ込んでフラットになるんです。背面ボタンは全く押し込めなくなりました。背面ボタンを使用しない時の誤操作防止ですね。これも私は見たことがない機能だったのでびっくりしました。細部までこだわって作られてますね。グリップはザラザラの滑り止め付き。しっかり太めのグリップです。私にはグリップが少し大きいかなと感じましたが、スティックがグリップに近いので、太めのグリップでも握りにくく操作しにくい感じはないですね。慣れれば気にならないぐらいの握り心地だと思います。タランチュラプロはアプリや PC ソフトウェアでより詳細に様々なカスタマイズをすることができます。PC ソフトウェアのゲームサーコネクトは動画作成時言語が中国語しかありませんでした。ボタン設定ではスイッチレイアウトか Xbox レイアウトの選択。ボタンのマッピングでは先ほど紹介した9つのマッピングボタンにこのようなボタンを割り当てることができます。割り当てなしにもできますね。ジョイスティック設定では十字ボタンの対角線のロックや左スティックと十字ボタンの入れ替え、スティックを本来の範囲にしたり、デッドゾーンの設定ができます。振動設定では左右で振動の強度を変えることもできますね。トリガー設定ではトリガーのデッドゾーンの設定、クイックトリガースイッチをオンにすると入力が0か255かの A ビントリガーに設定できます。照明設定ではタランチュラプロの光り方を単色にしたり、虹色にしたり、オフにしたり、光の強さや
光の速度を変更できます。またこちらのタブでは APXY ボタンのカラーを変更できます。スイッチレイアウトと Xbox レイアウトで色を変えたり、APXY 一つずつお好みのカラーを選ぶことができます。これはいいですね。このアプリは必要なものはすべて揃っている感じですね。特にスマホでサクッとカスタマイズできるアプリがあるのがめちゃくちゃ便利ですよね。まずは Nintendo Switch に Bluetooth 接続し、スプラトゥーン3をプレイしてみました。ボタンのレイアウトをスイッチレイアウトに変更できるのがいいですね。これ本当に便利です。サードパーティー製のコントローラーって Xbox 配置のものが多いので、スイッチで使用すると混乱する時があるんですよね。なのでこの機能は本当にありがたい。今後発売されるコントローラーはこの機能をマストで搭載してほしいぐらい気に入りました。スティック感度はこんな感じです。デッドゾーンはアプリで0にしました。感度は良く、とても滑らかですね。ほんの少しの傾きにもしっかり反応します。アプリで設定した通り、デッドゾーンは0になっているようです。操作感に違和感は全くないですね。ジャイロはこんな感じ。プロコンと同じように手の動きにダイレクトに反応してくれますが、任天堂純正のプロコンに比べると、ほんの少しだけ重たい感じがしました。ですが、注意しないと気づかないかなぐらいの差ですね。ゲームをプレイしているときは特に気になりませんでしたが、よーく比べてみると少しだけプロコンの方が感度がいいかなという感じですね。サードパーティー製のコントローラーのジャイロ感度は一般的にタランチュラプロと同じぐらいのジャイロ感度のものが多いので、特に気にするほどではないと思います。プロコンやジョイコンは長い間使用するとドリフトが起きやすいのが残念な点ですよね。ドリフトが起きて買い替えたことのある方も多いのではないでしょうか。タランチュラプロはドリフトの心配無用。ホールエフェクトスティックに匹敵する超耐久性と長寿命の DMR スティックが搭載されているので、ドリフトが起きる心配がなく、長い間使用することができます。寿命が長いのは嬉しいポイントですね。次はパソコンに接続してプレイしてみました。パソコンに接続した際のスティック感度も違和感なく滑らかですね。ほんの少しの傾きにも反応するので、デッドゾーンは0になっていますね。なんといってもトリガーを切り替えられるのがめちゃくちゃいいですね。いろんな種類のゲームをタランチュラプロ一つでプレイできます。私は FPS や TPS で遊ぶことが多いので、カチカチとボタンのような押し心地にできるのが本当にありがたいです。よくトリガーの押し心地を少し浅めに切り替えられるコントローラーがありますよね。少し浅くするよりヘアトリガーにしてほしいなぁとよく思うことがあるので、この機能は大満足です。また背面ボタンが押しやすい位置にあるのはもちろんですが、使用しないときはフラットになるのがめちゃくちゃ便利。フラットにならなくても間違って押してしまうことはあまりないのですが、それでもフラットになる機能を搭載してくれているのは、使用する人のことを考えて作ってくれてますよね。スイッチでもパソコンでも、レースゲームでも FPS でも TPS でも、違和感なく操作できる万能なコントローラーです。今回はゲームサーのタランチュラプロをレビューしてみました。タランチュラプロのいい点は、ボタンのレイアウトを変更できる、アナログトリガーとヘアトリガーに切り替え、背面ボタンをフラットにできる、タクタイルボタンの押し心地が最高、割り当て可能なボタンが9つ搭載、アプリ、PC ソフトウェアで詳細カスタマイズが可能なところですね。
ちょっと残念な点といえば、少し握り心地が大きいところですかね。私の手には少し大きいかなぐらいなので、ほとんどの方には気にならない握り心地だとは思います。あとは USB-C ポートが少し奥に搭載されているので、付属のケーブル以外を使用する場合、挿せないケーブルもあるかなと思います。気になったのはそのぐらいですね。押し心地や操作感はもちろんいいのですが、細部までこだわって作られていて、便利でありがたい機能が盛りだくさんのコントローラーでした。今回の動画は以上です。この動画が参考になった方は、チャンネル登録と X のフォローもぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。